赤ちゃんの1000点以上の調査をここに住み込んでやってました。劣化ウラン弾が遺伝子を傷つけるっていうのは米軍の中でもそれはもう知られてることなんですよね。無脳症の多発、水頭症、小頭症、高進口外裂。米軍が使った兵器と1000点以上の子供たちが生まれているってところで、因果関係とかっていうのは証明されたんですか？例えばその調査、ある程度調査が終わりましたってなると、それが出版差し止めなくなったり、論文を出した人がそれを削除してしまったりとか、どこから圧力がかかってなんでしょうね。今僕の後ろにピンク色の建物が見えると思うんですけれども、弾丸の跡であるとか空爆の時に破片とかぶつかったかなんかで傷ついた壁が未だに残っていますね。イラク西部に位置するファルージャ。かつてアメリカ軍と地元の武装勢力、さらにはイスラム過激派との間で激しい戦闘が繰り広げられた町です。そんなファルージャに2003年のイラク戦争の頃から関わり続けている日本人がいます。人道支援に携わってきた高藤直子さんです。今回は高藤さんに同行し、かつてこの町で何が起きていたのか、そして今現地の人々がどのような暮らしをしているのかを詳しく見ていきたいと思います。ここも大きい病院ですけれども、ここの病院とはどういう関係なんですか？ここは新しくできたファルージャ総合病院で、全ての科があります。でここの病院は私が2013年、イラク戦争から10年経った頃にこの病院に住み込みをして赤ちゃんの調査、赤ちゃんの1000点以上の調査をここに住み込んでやってました。その病院です。1000点以上っていうのはどういうことですか？米軍が使用した兵器がいろいろトキシックなものが含まれてますよね。代表的なのが劣化ウラン、それからいろいろこの長年の中で私も調査とかに協力させてもらったりとかしたんですけど、土壌サンプルを見るとトキシックなもの、健康被害のあるもの、メタル系のもの、重金属、そういったものがすごくたくさんその土壌に汚染したんです。アンバールには米軍基地もたくさんあったので、米軍基地の周りにはそういったもタイヤから何から食料から何から全てのゴミを一気に燃やすバーンピットっていうのがあって、そこの周りもものすごい非常に重金属とかのなんていうんですかね、いろんなものがトキシックなあれがあったんですけど、そういった複合的な要因、劣化ウラン弾、それからサーモバリック爆弾ですね、いろんな爆弾が要因と言われている先天性欠損症、無脳症の多発、水頭症、小頭症、それから魚鱗症、それから高進口外裂、それから指が多いとかないとか、それから鎖孔ですね、肛門がない、もうありとあらゆる欠損症が、しかもその複合的に起きている赤ちゃんがたくさん生まれて、その顔面裂とかでもうそういう複合的なその欠損症を持った赤ちゃんとかがこの病院でその臨床医たちがたくさん生まれているっていうことで、1ヶ月間とかの単位住み込みをして毎朝分娩室に行って赤ちゃんを、見させていただいて、でそれから NICU で NICU にはもうたくさんそういう赤ちゃんがいて、で本当にいる間に数時間で亡くなる赤ちゃんとかもたくさんいたり、脳瘤の子供とか、それからもういろんな先天性欠損症、それからもう心臓疾患ですね、先天性心疾患も非常に深刻な心疾患を持った子供たちもすっごいたくさん生まれて、それをいろいろここでアメリカの医療チームが来たりとか、それから日本の先生にもドクターにも形成外科医の先生に来てもらって、高進口外裂のオペをここでやったりもしました。米軍が使った兵器と1000点以上の子供たちが生まれているってところで、因果関係とかっていうのは証明されたんですか？でそれはもう本当長年、その91年の頃から言われていて、長期にわたるその疫学調査がないとそれは証明できない、それはそうなんですけれど、ただそれを調査しようとすると、例えばその調査、ある程度調査が終わりましたってなると、それが出版差し止めなくなったり、論文を出した人がそれを削除してしまったりとか、さまざまなことがありました。どこから圧力がかかってなんでしょうね、ここであんまり言えないことも含めていろいろあり、なかなかそれを認められない。ただ米軍の中のその研究所の中では、ネズミを使った実験とかで劣化ウラン弾が遺伝子を傷つけるっていうのはもう毎回実験でそれはもう出ていて、それはもう米軍の中でもそれはもう知られてることなんですよね。それが人間には発症しないとは言えないじゃないですか。大いに可能性は考えられますよね。全然ある。やっぱりその1000点以上が増えたっていうのも、やっぱりこのイラク戦争後とかに一気に数が増えた。91年の時にはイラク南部のバスラの方に劣化ウラン弾が結構多かったので、バスラの病院からその話が始まりました。だいたい94年ぐらいから死亡率、それが小児がん白血病でものすごい91年以降に増えてる。でそれをバスラのお医者さんが気づいて、これはなんでだろうっていうことになって、で劣化ウラン弾っていうところに着目される。ここはサーモバリック爆弾が初めて米軍がロケットランチャーで発射できるようになっちゃった。
もともとサーモバリック爆弾って戦闘機でしか撃てなかったんですよね、アフガニスタンとかやってる時は。だけどこのファルージャの総攻撃の時からこのロケットで肩で撃てるようになる。それを米兵たちの聞き取りの話によると、いや俺たちは市街地でサーモバリック爆弾をやたらに撃ち込んでいた。そのサーモバリック爆弾というのが非常に怪しいんですよね。サーモバリック爆弾ってものすごい勢いのある爆弾なので、ご遺体もすごい変なご遺体になるんですよ。それはイスラエルが使っているバキューム爆弾のご遺体とそっくりだっていう。これは私レバノンのイスラエルに攻撃された時に同じように見たこともないご遺体があるっていうのを記事があって、でそのドクターに取材に行ったんですよ、レバノンまで。ファルージャのご遺体と見せたら、同じだ同じだって。だからおそらくイスラエル軍が言っているバキューム爆弾と米軍が言ってるサーモバリック爆弾は同じなんじゃないかなというふうに思われます。それがすごいやっぱりトキシックだというふうに私の中では思ってます。でそれが2013年の11月から12月にかけてだったんですが、ファルージャで調査してラマディで同じように住み込みして調査をしました。赤ちゃんの調査しました。でその後に来年の春にまた会いましょうというふうに別れた後に1ヶ月もしないうちに IS が入ってきたんですね。ファルージャが抑えられ、ラマディが抑えられ、もうメディカルミッションはできないような状況になってしまった。でそれこそここの先生たちが貯めていたそのデータ、それもかなり損失してしまった。なんで消失したかというと、この病院ものすごい空爆受けたんです。で私が住んでたそのドクターズレジデンスっていうその寮みたいなところがあるんですね。そこも完全に上から空爆されてドカーンって、私が寝てたベッドとかパソコン打ってた机とかも全部バーン、もうみんながご飯食べてたところとかも全部空爆でボコボコにされたんですね。それからその産婦人科病棟とかもバーンやられて、毎日のように2014年の1月お正月とかは本当にここの看護師さんとかドクターたちから毎日連絡が来て、もう今日も空爆があった、でこれが刺さったとか、もう玄関のところがもうガラスと血がもうまだ鮮血が残ってる状況で、そのヘルファイアミサイルの鞘みたいのが残ってて、それ写真送ってきたり、今日は女性が何人死んだ、子供が何人死んだ、何人負傷したみたいな破片だらけになってる子供たちの写真とか、そういうのを毎日その空爆されてたのがこの病院です。今僕の後ろにピンク色の建物が見えると思うんですけれども、あれもですね、壁にやっぱり銃痕というか弾丸の跡であるとか、空爆の時に破片とかぶつかったかなんかで傷ついた壁が未だに残っていますね。この地域が確かに戦争の時代を経験したっていうことを感じます。今ここでですね、石鹸を売っているおじさんがいたので、ちょっと話を聞いてみようと思います。These soaps made in Iraq? This is made in Syria. Syria. So which city in Syria? بأي مدينة من سوريا؟ يعني هو مشروع معمل بتركيا بس هو العمال بسوريا. This is made by Syrian refugees in Turkey. So this is made in Turkey by Syrian hands. That's I it. see. How much is one soap? ايش قد بيش تبيع الصابون الواحدة؟ 750. It is about half US dollar. It's about 750. 750 IQD. Yes. これがですね、1つ750イラクディナールなんで、日本円すると75円ぐらいか。日本でもシリアのアレッポで作られた石鹸って有名ですけど、これはアレッポで作られたわけじゃないけれども、シリアの難民の方がトルコに渡って作ったみたいですね。I wanna buy one soap. يريد يشتري Yeah. صابونة. じゃあこちらがね、1000イラクディナールです。 أواي. مجانا مجانا. シクラム。 سلف. Really? Yeah. Gift? Yeah. From this old man. おー、シクラン。Thank you very much. シクラン。Thank you so much. I really appreciate it. جدا يشكرك على هاي الهدية. شكرا. Thank you so much. I will use this soap in Japan. هاي راح ياخذها اليابان. على راسي. Thank you so much. シクラン。Thank you. いや今普通に石鹸をね買おうと思ったんですけれども、最後まさかのお金払わなくていいよって言われて、でカメラ止まった後にやっぱりちゃんと撮影したんでお礼としてお金払わせてくださいって言ったんですけど、それでもね、いや本当にいいって、本当にお金は大丈夫っていう風にね言われて、お金受け取ってもらえなかったですね。いやーなんか本当に感謝しっぱなしの旅ですね。今一緒にいるこちらの方はどういった関係の方でしょうか。ドクター・サミラと言いまして、フィジシャン内科医の先生なんですけれども、ファルージャ総合病院で働いて
いらっしゃいまして、一緒に先天性欠損症の調査をさせていただいておりました。2013年に特に私はファルージャ総合病院に住み込みで、そこでその調査をドクターサミラが中心となってそういう調査をしておりましたので、毎朝その分娩室に行ったり NICU で、そこでドクターサミラがもう全部パソコンの中に一人一人のデータをずっと通り続けて何年もいたんですね。大変お世話になった先生です。I am Dr. Samira Ani. I am pediatrician. I am here since in Fallujah, I mean, since 1997. My interest was pediatrics in general, and then I got the interest of following up congenital malformation. I knew this good friend at about 2012 when we were in the general hospital. One time she visited us. I asked her help to help me to treat some children outside the country, because we at that time facilities were not good, and you remember the child, you remember first in Turkey and then in Nasiriyah Center for Cardiology, and she is now a young lady, and she is now very good. That was the beginning of our relation, our friendship, and it was very good. I am proud of her. I'm proud of this friendship. She brought a team of doctors from Japan. They did many operations, many successful operations in the general hospital. When the crisis started late 2013 and in the beginning of 2014, Fallujah nearly isolated. All the facilities in the hospital and the medicine nearly stopped. It was out of everything. I called her. I was out of any responsibility at that time. I'm just a doctor. And from my displacement position in the west of Anbar, I called her that the hospital is in need of your help. At that time, I remember that she sent $5,000. It was of a very great benefit for the hospital. So you've been working together a very long time. Yes, 12 years. Today we were walking in Fallujah and she took me to some areas where the fighting occurred. But now I felt that Fallujah is like stable and like recovering from war. Yes, so yes. how is the situation in these years? It is progressing in a good way. There is reconstruction. The security, alhamdulillah, is very, very good. If you go in the markets, you will see that people they feel comfortable. There's nothing to disturb them. Everything is available in the market, not in the hospitals. The problem of electricity, of course, didn't. It is a problem. Japanese people have a negative image toward Iraq because like Iraq got infamous for war, ISIS, and like civil war. Fallujah was the most affected area by the Iraqi war, but now Fallujah is getting recovered. Do you have any message to Japanese people who watch this video? Fallujah is now stable, alhamdulillah. Fallujah is improving and we are improving. And we hope the future will be better. We hope the future will be better than now. Thank you so much for your cooperation today. Thank you. Thank you. Oh, long time. While you were talking, and it reminded me so many things. Oh my gosh, I was about to cry. It was a hard time at the end of 2013 to 2014. Yeah. It was really hard time. You also cried. Repeat it again. I'm not crying. Your words remind me so many things. Oh my gosh. やっぱり10年前ぐらいの一番大変な時期にこう一緒に活動していたから、だからこそなんかこういろいろこの一番大変だった時期とかをこう思い出されたんですかね。そうですね。本当にイラクでいろんなことがもう本当に起きたんですけど、やっぱり一番大変な時期の一つがやっぱり2013年の終わりから2014年、本当に一番もうクライシス、あの時は本当にタフタイムだったんですよね。なんか彼女の言葉を聞いてたらなんかいろんなことをバーッと思い出してきて、ちょっとなんかうってなってしまいました。私も高藤さんが出演された映画を見て、その先天性欠損症の子どもたちのこう映像とかも見て、
ちょっと目を覆いたくなるような子供たちの映像とかもあったんですけど、やっぱりそういうのを現場で見続けられたのは本当に大変だったと思う。大変、もうちょっと私が言うとね、なんかちょっと薄っぺらくなっちゃいますけれども、本当にそうね、そういう子どもたちと毎日接しているのもそうだし、それを一生懸命ドクターとかがそのデータをね集めて、ですごい詳しいデータを作ってどんどん蓄積していって、でそれをもとに論文を書いたりとかいろいろ訴えたりするんだけれども、それがちゃんと目を向けてもらえないとか、そういったところがまた悔しいんですよね。ドクター・サミラたちのすごい努力で、当時のその院長先生もすごくサポーティブだったから、本当にたくさんの調査ができたんですよ。でもそれを結局その保健省とその WHO とかがその調査をするんだけれども、なかなかその結果っていうのがね、ちゃんと向き合ってもらえない、見てもらえない、あるいは改ざんとまでは言わないけれど、その結果は結局因果関係はありません、健康被害はありませんっていう結論にされてしまったりとか。でも内容としてはもう保健省の人たちも、いやこれは本当に健康被害になるよねっていうような内容、もう健康被害の証拠を見つけたぞぐらいの感じで言ってたのに、最終的に出てきたのは健康被害はありませんっていうものだったっていう。だからいつもと同じような結果になっちゃったっていうね、それはすごくがっかりしたしね。今先生がそのファルージャもすごい安定してきているっていうふうにおっしゃっていましたけれども、一方でその、ね、さっきもインタビューでありましたけれども、その米軍が使った兵器と因果関係が完全に証明されて、それが問題が追及されて解決に向かっているっていうわけではないじゃないですか。ということを考えると、ある意味今も世界で戦争が起きていて、同じような兵器が使われる可能性があるってことを考えると、本当に現在進行形でまだ続いている問題というふうにも捉えられますよね。本当その通りだと思います。兵器っていうのはただそこで本当に血を流して人が死ぬだけではなくて、本当に環境の汚染がすごいんですよね。大気汚染もそうだけど、土壌の汚染、これは食べ物に直結してくるし、体内に取り込む、直接的に取り込んでいくことになりますので、やっぱりその戦争の後っていうのはそういう健康被害の問題っていうのは必ず出てくると思います。今回はそのイラクの取材を通じて、イラクは戦争っていうものが過去の歴史になりつつあるっていうことを今感じてはいるんですけれども、一方でやっぱイラクの戦争っていうものを一つの本当に教訓にして、今世界で起きている戦争と向き合っていくっていうことが、本当にこの動画を見てくださる皆さんにも考えてほしいことだなと思いますね。本当にその通りだと思います。かつて激戦地となり、多くの民間人が犠牲になったファルージャ。次回の動画でも引き続き高藤さんのお話を伺いながら、この街が歩んできた戦争の歴史と今そこにある人々の暮らしを見つめていきます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひこれを機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。海外で活躍する日本人や大手のメディアでは知れない世界の実情をもっと知りたいという方、ハラカンタの YouTube 活動を応援していただけないでしょうか。ハラカンタの海外取材は、ハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。もしハラカンタの活動を支えてくださる方がいらっしゃいましたら、ご無理のない範囲で構いません。マンスリーサポーターになっていただけないでしょうか。一口1000円からご加入いただけます。少しでも興味のある方、概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページをご覧ください。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。